いっぱい秘め込んだ成田の空を見上げれば始まるポキャストリー窓の向こうに広がる気体がまるで皆様おはようございます。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2026年5月27日水曜日朝の7時半です。最初の観光地ははやぶさの頭を持つ天空の神ホルスに捧げられたと言われているホルス神殿です。エジプトの遺跡の中でも保存状態が良いとのことなので楽しみに向かいます。こちらがホルス神殿第1の塔門です。正面の壁には左右ともにプトレマイオス12世が敵を打ち倒す姿やホルス神に捧げ物をする姿のレリーフが残っています。門の前にはホルス像が鎮座しています。ホルスとははやぶさのことでエジプト航空のシンボルにもなっています。門を入って天井部分を見上げるときれいに色が残っているのがわかります。中庭には石柱が並ぶ空間が広がっていますし、壁には儀式のレリーフを見ることができます。内部に入って天井を見上げるとこのように真っ黒のすすが見えます。これは迫害を受けたキリスト教徒の方がこの中で生活していた時に火を使ったためだそうです。こちらは至聖所になります。今置かれている船はレプリカですが、各神殿にはこのように船が安置されていて、日本のおみこしのように祭事には担いだりしたそうです。多くの神殿で聖戦を担いでいるレリーフを見ることができます。至聖所内の壁には綺麗なレリーフが残っています。いかがですか？天井を見上げると色彩の残っている部分があります。この映像は王家の谷でもたくさん見た天空の女神のヌト神ですね。大きく手を伸ばしこの字型になっています。こちらのレリーフの手元をご覧いただくと、現代の私たちがよく目にする Wi-Fi のマークに似ていませんか？実際には動物の骨とのことですが、描き方がとてもユニークですよね。今、外側の回廊を歩いていますが、長い間砂に埋もれていたとのことで保存状態がとても良く、レリーフがきれいにしっかりと残っていてびっくりです。この外回廊にはホルスとセトの戦いの様子が順番に描かれている場所があります。このレリーフではセトはカバの姿で描かれています。簡単に言うと、兄のオシリスが弟セトに殺されて王位を奪われてしまいますが、オシリスの息子のホルスが父の敵のセトに戦いを挑み王位を取り戻す、その戦いの様子がレリーフで残っています。こちらは最後のレリーフですが、セトはカバの形で足に鎖を巻かれ、セトの上にはホルスが乗ることでホルスの勝利を表現しているそうです。
ホルス神殿を見学し、集合場所へ行ったら、なんとテレビに出ている浜ちゃんと遭遇しました。こんにちは、よろしくお願いします。浜ちゃんです。ここで、芸能人の方、テレビに出ている方とお会いしたのでびっくりです。撮影 OK なので一緒に撮らせてもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ホルス神殿からクルーズ船に戻り、コムオンボに向けて出港します。コムオンボまでの約 5,6 時間の移動の間には、船内で象形文字の勉強をしたり、お昼ご飯をいただいたり、そしてナイル川の景色を存分に楽しみます。同じようにコムオンボを目指している船がたくさん航行していますが、コムオンボに着くとご覧いただいているように、船は順番に岸に平行に止まります。私たちの船もこのように横付けされて、船の間を通り抜けて下船し、コムオンボ神殿へ向かいます。午後4時を過ぎていますが、ご覧のように日差しは厳しく、とても暑いです。こちらがコムオンボ神殿です。こちらの神殿は左側がはやぶさの神ホルスを、右側がワニの神セベクを祀ってある珍しい二重神殿で、それぞれに東門、中庭、至聖所などが重複して作られています。右側の東門の壁には、右からトト神、王様、ホルス神、セベク神が描かれています。王様の頭の上から聖水をかけているシーンですが、長生きを表すアンクの形がきれいに残っています。こちらが有名なレリーフの一つで、最古のカレンダーになります。古代のエジプトでは1年を3つの季節、ナイル川の氾濫時期、種をまく時期、収穫をする時期に分けていて、1週間は10日、1ヶ月は3週間、1年は360日で数えていたそうです。今考えると5日分のズレはどうなるのかなと思いますが、どうなんでしょうね。こちらは出産時のレリーフですが、安産を祈願して触る方が多く、黒くなっています。こちらには女性が座っているレリーフがありますが、これは出産シーンを表しているそうです。また女性の後ろ側には医療器具のレリーフが見られます。至聖所にある台座がパワーストーンだと伺い、みんなで手を乗せています。信じるか信じないかはあなた次第ですとガイドさんの言葉にみんなで大笑いでした。どのレリーフも保存状態が良くて綺麗に残っています。いかがですか？この遺跡からすぐのところに大きな井戸があって、そこでナイル川の水量を測っていたとのことです。コムオンボ神殿を出ると、
ワニの博物館があります。入ってすぐにたくさんのワニのミイラが出迎えてくれます。その大きさと多さにびっくりです。小さな博物館ですが、ワニのミイラがあったり、卵があったり、セベク神に関するレリーフも見られます。ナイルの水と豊穣を司るワニの神様セベク神のすごさがよくわかる博物館になっています。クルーズ船に戻り休憩です。今自分のお部屋から撮っています。もうすぐ日が沈むところなんです。いかがですか？そして今日ガラペヤパーティーというのがあって、先ほど衣装を買ってみました。こんな感じです。どうでしょう？結構皆さん派手な衣装を選んでいたので、私も私なりに派手な衣装を選んでみました。これで、夜ダンスパーティーがあります。昨日に引き続き素敵なサンセットを眺めます。いかがですか？お食事前にツアー参加の方とサンセットをバックに記念撮影をしてガラベイヤパーティーへ向かいます。参加は自由で、ガラベイヤというエジプトの民族衣装を着て楽しむパーティーです。もちろん着なくても参加できますが、私は7ドルで購入して着ています。ツアー参加者以外の外国の方も飛び入り参加でみんなでワイワイ楽しみます。空のボトルを回したり、床に置いたスプーンの争奪戦があったり、童心に帰ってお腹が痛くなるくらいみんなで大笑いをしながらパーティーを楽しみました。翌朝、早朝からオプショナルツアー先へ向かいます。今日はエジプト5日目、2026年5月28日です。ハルーカという補船に乗ってイシス神殿に向かいます。仲良くしてくださっているご夫妻と一緒です。本来なら補船なのでこのように帆を張って進むのですが、風がないので帆を張らずにボートに引っ張ってもらって進んでいます。ちょっと残念ですよね。引っ張ってくれているボートを見ないでねとガイドさんに言われて、みんなで大笑いです。船での移動中は船長さんやスタッフの方が歌を歌って楽しませてくれます。昨日のガラベイヤパーティーのようにみんなで歌いながら船の中を歩き回って楽しい時間を過ごします。Okay. Very nice. 補船を下船してバスで少し移動した後、別の船に乗りイシス神殿を目指します。
イシス神殿に到着しました。この神殿内にはイシス神、そして夫のオシリス神、また息子のホルス神やその妻のハトホル神がきれいに描かれているレリーフがたくさんあります。そしてそれぞれの神話世界を感じる物語がいくつも描かれています。こういったレリーフの素晴らしさにももちろん感動しますが、それ以上にこれだけのものを10年かけて別の場所から移設したということの方が私には驚きです。もともとイシス神殿があったフィラエ島は小島で、アスワンハイダムの建設によって水没の危機があって、こちらに移設されたとのことです。これほどの神殿を移設したという技術、すごいですよね。そう思いませんか？今イシス神殿を見て、島の方から本島の方に戻ります。こちらはカルトゥーシュのお店です。18金でできているのでそれなりのお値段がしますが、自分の名前を入れてもらうことができますので、購入されている方もいらっしゃいました。今見えているのはアスワンハイダムが建設された時に作られたモニュメントで、ハスの花をイメージしているそうです。こちらはアスワンハイダムを建設したことでできた世界最大級の人造貯水湖のナセール湖です。日本の琵琶湖の7倍ぐらいの大きさがあるそうです。このアスワンハイダムはナイル川の流れを制御して灌漑、発電、洪水防止などの複数の重要な機能を果たしているとのことです。アスワンハイダムを出てアブシンベルへと向かう途中の砂漠でトイレ休憩をした際に蜃気楼を見ることができました。拡大してみましたが、わかりますか？これはナツメヤシのお菓子なんですが、中の種を除いてその代わりにアーモンドが入っているという商品だそうです。味見します。日本の干し柿に似た味です。こちらはピラミッドの形をしたダークチョコです。こちらの方々は日中の暑い時間、午後1時から5時ぐらいまではお家で休憩されるのが普通だそうです。ですから外を歩いている方は一人もいませんね。お昼ご飯をこちらでいただきます。今回はバイキングではなくコースのお食事でしたが、どれも美味しくいただきました。目の前のご家族の方がビールを召し上がっていたのですが、なんと
度数が 10% と書かれていました。日本では 10% のビールなんて見たことがないと思ってびっくりです。エジプトの方々はお強いのかもしれませんね。皆様と楽しく歓談しながらお食事をいただいて、宿泊先のホテルへ向かいます。アブ・シンベル神殿の近くに、今日は宿泊しますが、私の部屋をこれからご紹介します。入り口から入って左側はトイレがあります。そして、洗面所があって鏡があって、バスタブもあります。シャワーもついています。こちらの方には冷蔵庫とセキュリティボックスとお水が2本、コーヒーの、粉末とかあるいは紅茶も備えられています。そしてここ階段があるんですけれども、階段を上がったところにベッドルームがあります。このスタンドの柄の部分ですかね、とても可愛いらしいですね。こんな感じです。ここではウェルカムフルーツも置かれています。窓辺にはソファーもあります。外に出ることもできて、ここからはこんな景色が楽しめます。とっても素敵なホテルになっています。ナイル川沿いには素敵な神殿がたくさんありますし、エジプトといったらギザのピラミッドを思い浮かべる方も多いと思いますが、私はアブ・シンベル神殿に行きたくてエジプト旅を決めました。その神殿に今夜と明日の早朝に行くことができるので、今からワクワクしています。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。